プレダクツの安藤です。今日は、引き出しの中身をご紹介します。私が使ってるのはドロワー3の、シャフトモデルです。細かい道具を、使うことがほとんどなので、数を収められる、3段のドロワー3を使っています。1段目が一番よく使う道具が入っていて、ドロワーインナートレイっていう中を仕切るモジュールを入れてますね。小皿がついていて2階建てにすることが、できるので、結構いろんな種類のものを容量を使って入れることができます。主に使うのはこのハサミカッターとかプレダクツのモジュールを留めるベーススライダー、開発の時によく使うのでマスキングテープが入っていたりしますね。机の上に常設しているこの、ミリセカンド、こっちはチタンなんですけど、他のバリエーションを全部買い揃えてしまったので、こっちはアルミのシルバーとブラックのもので巻き尺になっていて、柔らかいものの外周測ったりとか。ペンでいうとですね、このステッドラーのピグメントライナーの 0.05 ミリっていうのが一番気に入っていて、手帳でスケッチする時にも、使っているのでいろんなところで使ってます。アクシオンというドイツの文房具メーカー、これはちょっと細かいところを切るのに使ったりとかしてますね。2段目は8割方の僕の趣味の好きなものを入れてる段になります。ここの段を開けて好きなプロダクトを見てテンションを上げるための引き出しになってますね。グリッドフィニティというですね、こういうグリッド状のベースを引き出しの底に敷いてかっちりと物を整理していくための仕組みなんですけど、 3D プリントで設計して作ってここに収めていますね。綺麗に並べるためだけのマウントになっています。ちゃんと綺麗に収めるのに何回か試行錯誤したりとか、少し取りやすさとかも考慮してやってますね。ナイトコアっていうメーカーの DB2 エレクトロニックブロワー、空気が出るブロワーなんですけど、先端にブラシも出てくるので、風だけでなかなか取れないホコリとかを掃除したりするのに、よく使ってます。あとは、結婚指輪が入ってますね。普段全然しないのでどっか行っちゃうんですね。ちゃんと住所を決めておかないといけないなと思って指輪置き場を作りました。あとはですね、これがアナログポケットですね。いわゆるゲームボーイのリメイクなんですけども、アルミ切削の筐体ですごくずっしりしていてですね、子供の頃ゲームボーイでよく遊んでいたんですけど、当時のそのゲームボーイのカセットを使ってゲームができる。これはですね、ティーネージエンジニアリングという僕の好きなメーカーがデザインしたプレイデートっていうゲーム機なんですけど、十字キーと AB ボタンとあとクランクを使うゲーム、ボートこぐとかそういうやつですね。ティーネージエンジニアリングのフィールドシリーズっていう製品の2つになります。でこれがミキサーで、こっちがテープレコーダーですね。普段全然使わないんですけど、造形がすごく好きで、手に取って眺めてるだけで元気が出るというか刺激をもらえるような製品なので、手元に近いところに置いてますね。こちらは TP7 という、レコーダーになっていて、インタビューの音源を収録したりするのに使ったりするものなんですけど、テープリールみたいなインターフェースで巻き戻したりとか早送りしたりスクラッチしたりとか、テープレコーダーっていうプロダクトの目的としては、そんなに必要ではない機能だとは思うんですけど、遊び心というか、デジタルの音源だけど触覚によって介入できるっていうようなギミックが仕込まれたような製品ですね。
で3段目は、もうちょっと工具寄りのものが入っていて、この段は全て自分で 3D プリントした引き出しのモジュールを入れていまして、でこれがさっき紹介した1段目の、ドロワーインナートレの原型になっていて、こういう2段構造とかいいんじゃないかっていう着想を得て、こっちを製品化したっていうフォトの電動ドライバーです。電動ドライバーのキットを 3D プリントで作っていて、結構ビットがいっぱいあるんですけど、30個近く細かすぎて結構どっか行ってしまいがちなので、一個一個のモジュールの中にマグネットを仕込んでいて、置くだけでちゃんと固定されるっていうものを自作しましたね。押して外れるような取り出しやすいようにしてます。こちらは結構細かいピンセットとか、こういう小さいものを掴むためのものですね、メスみたいなナイフは、3D プリントで造形したものをちょっと細かく処理入れる時とかに使ってますね。これはキーボードのスイッチを取り外すための工具ですね。最近ずっと Apple Watch しかつけてないんですけど、昔は機械式の腕時計をつけていて、オメガの C マスターのプラネットオーシャンという時計ですね。今もたまにつけたりしてるんですけど、置き場がないのでここに入れてます。これは高木の六角レンチなんですけど、ストロークがすごく短いコンパクトな六角レンチなので、細かいところで回さないといけない時とか、あとは付箋が入ってますね。忘れ物しないようにメモ書きする付箋を書いてこの辺に貼っとくっていうことをよくするんですけど、小さめな付箋で、雑誌とか本で気になったところに、貼っておくための小さい付箋ですね。